はい。では、ネームスペースの話をします。はい。田子森聡、田子森です。浅草 RB の方からやってまいりました。で、本日話すネームスペースオンリードというものについては、こちらのチケットでですね、今、私が Ruby に対して、提案をしている機能で、こちらの提案内容及び、提案内容からさらに進んだ内容と、実装などなどについてお話をします。で、これ時間がなくなると辛いので最初になんですけれども、まずちょっとこのネームスペースオンリードっていうやつが、誰のおかげで、本日成立しているかっていう話なんですけれども、まず松本さんですね、Ruby を作ってくれたとか、ネームスペースについてもいろいろ相談に乗っていただいているので、松本さんはもちろんなんですけれども、その他に特にですね、こちらの方々に、ありがとうという言葉を、まず最初に言わせてください。笹田さんと、遠藤さんですね、には、Ruby の実装に関するアイデアとかアドバイスですねを様々にいただいたのはもちろんのこと、ネームスペースのですね実装方法についての非常に重要なアイデアをいただいたりもしています。ありがとうございます。柴田さんにはですね、いろんな Ruby の開発者、の橋渡しですとか、そのための場所ですとか、いろんな、様々なですね、サポートを常に、非常に強くしていただいています。ありがとうございます。金子さんにはですね、ネームスペースの実装に関する、アドバイス、そのものに、はもちろんのこと、ネームスペースのアイデアそのもののですね、初期からの非常に、強いサポーター、でして、私がもう、ネームスペースの、開発を続ける上で非常に心の支えになっていただいています。ありがとうございます。塩井さんはですね、去年の Ruby 会議の塩井さんの発表にも僕はものすごく影響を受けまして、塩井さんの発表のおかげで、ちょっと Ruby 本体に手を入れるっていうのはいいんだなっていうふうな、すごい強い後押しを、いただいたと思っています。ありがとうございます。で、塩山さんはですね、去年の、Ruby 会議で、マルチバース Ruby というトークがありまして、これが、同じようにネームスペースというような、アイデアについて、話しているということと、その後ですね、夜に、オールドロックっていう飲み屋でですね、夜中までですね、延々二人でなんかネームスペース欲しいよねっていう話をすごいしていて、これがもう本当に、このトークの直接のきっかけとなっています。ありがとうございます。はい。ということで、ネームスペースって言ってるんですけど、ネームスペースとはそもそも何なのかっていう話なんですが、これはこのトークにおいては、アプリケーションやライブラリを、ある隔離された空間の中で、読み込むというような、機能だと思っていただきたいということです。で、これには何が必要なのかなんですけれども、大きく分けて3つに、なります。1つは、ある空間の中でアプリケーションやライブラリを読み込むこと。で、その上で、そのアプリケーションやライブラリによって行われた変更を、その空間の中に閉じ込めて、他の空間からは隠すこと。そしてさらにそれだけだと、何も使えないので、その空間の中で定義されたメソッドを外側から呼び出せること。で、呼び出したときに、その隔離された空間の中で行われた定義を使って、その上で動作をすること。いうこの3つが、ネームスペースにとって、必要な主な、要素ということになります。で、具体的な話をしていきますと、ネームスペースがないと、今の普通の Ruby ですね、だと何が起きるかというと、Ruby のプロセスは一つのプロセスグローバルな空間しか持っていません。皆さんがアプリケーションコードを書いて、アップ、ファンクみたいな、モジュールを作ったり、ユーザーっていうクラスを作ったりする。あるいは、ライブラリコードを読み込んで、DB クライアントのバージョン2を読み込んだり、あるいはアクティブサポートのバージョン7を読み込んだりすると、その影響っていうのは Ruby プロセス全体にわたって、広がります。なので、もうこの場合だと例えば DB クライアント、バージョン2がすでに読み込まれているので、アプリケーションコード側から、新しく DB クライアントバージョン3みたいなものを読み込もうとすると、既存のライブラリと衝突が起きて、うまく動かなくなるということが、発生してしまいます。これを解決するのがネームスペースです。ネームスペースを作って、その中でアプリケーション及びライブラリコードをロードすると、それらのアプリケーションや、ライブラリの名前及びそれらのライブラリが行う変更というのは、このネームスペースの中に限定されます。このため、ネームスペースの外で、DB クライアントバージョン3みたいなものを別個に読み込むことができるようになるというのが、ネームスペースの非常に重要な機能の一つです。こういった動きを実現するためのものがネームスペースですと言えるでしょう。ということで、話だけ聞いてもわかんないと思うので、デモです。これ読めますかね？大丈夫ですかね？はい。で、
想像していただきたいんですけれども、ここにですね、非常に歴史のある重要な複雑な機能の、ただし、あなた方の同僚が作ってあなた方自身は手を入れられないアプリケーションがあるとします。これをぜひ使いたい。あなたのアプリケーションでですね。例えば、このアプリケーションの GEM ファイルを見てみると、OJ の 3.15 とかメッセージバックの 1.6 とかアクティブサポートの 6.0 とか、なんかちょっと古いですね。みたいなものが使われています。で、アプリケーション自体を見るとですね、ちょっと最初にバンドラーのパッチを変なの当ててるのは、これ見なかったらオンにしていただきたいんですけれども、バンドラーセットアップをやって、GEM ファイルの、定義を読み込んで、その上で OJ とかメッセージパックとか、アクティブサポートの、ブランクですね、CoreEXT のブランクを、読み込んだりしています。で、アプリケーションコードはこちらですけど、非常に複雑なアプリケーションコードですね。からの文字列を定義して、で、これアプリケーションの A ですよっていうのを返すんですけど、あとはOJ のバージョンを返したりとか、メッセージバックのバージョンを返したりとか、アクティブサポートのバージョンを返したりとかするんですけど、あと、文字列、さっきの空白の文字列ですね、オブジェクトが、ブランクメソッドに反応するかどうかをチェックして、反応するんであれば、そのブランクメソッドを呼び出すというのの結果を返します。で、これを実行してみるとですね、これは普通に皆さんの、Ruby3.3 で動きますよ。はい。で、アプリケーション A が返ってきて 3.1、OJ は 3.15、メッセージパック 1.6、アクティブサポート 6.1、is blank true。アクティブサポートが読み込まれていて、その他ライブラリのバージョンはさっき GEM ファイルで指定したものが読み込まれていますねっていうことがわかります。で、このアプリケーションを使いたいんだが、それはそれとして自分のアプリケーションも書きたいっていうのがこちらのアプリケーションです。で、OJ とメッセージパックをそれぞれ使って、こちらは、GEM ファイルの指定をしていないので、できるだけ新しいものを使いたい。で、アプリケーション内容では、アクティブサポートのバージョンは、あれば返して、なければミッシングっていう文字列をアクティブサポートがロードされていなければ返すと。で、空の文字列を作ったりとかですね。で、このアプリケーションは、不幸なことになんかアクティブサポート排除の原理主義者が書いているので、文字列にブランクメソッドがあると死ぬっていうコードが書かれていますね。怖いですね。こういうことしちゃダメですよ。で、R ですね。ルートのアプリケーションで、OJ のバージョンとメッセージバックのバージョンとアクティブサポートのバージョンと、ストリングがブランクに反応するんであれば、その結果を返すというアプリケーションが書かれています。このアプリケーションとさっき見た誰かが書いた別のアプリケーションを同時に動かしたいというのがネームスペースです。どうするかっていうと、ここでネームスペースを入して、1個ネームスペースっていうのを作ります。作ったら、さっきの app.a ですね、っていうディレクトリに移動して、そこのディレクトリでネームスペースの中でアプリケーションファイルをリクワイアします。で、リクワイアするだけだと、まだ走ってないので、リクワイアすると、このネームスペースの下に app っていう、定数でですね、先ほどのアプリケーションコードが出てくるので、それをコールします。それをコールした後で、今度はネームスペースの外にある、このファイル自身のアプリケーションコードをコールします。というものを、これから実行します。Ruby ネームスペースっていうのはちょっと後で説明が出てくる環境変数ですけれども、Ruby で rootupRB を実行します。で、これを実行したときに、いいですか？期待するのは、まず最初にアプリケーション A で古いライブラリがロードされていて、アクティブサポートが有効になっている。次の行は、アプリケーション R で、ライブラリのバージョンが新しくて、アクティブサポートが動いていないという結果が出れば OK です。では行きましょう。拍手の準備はいいですか？ですね、コールキャッシュ周りにバグがあってですね、10回に1回ぐらいセグ V するんですよ。強い心でもう1回行きましょう。はい。アプリケーション A が、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。アプリケーション A の側では OJ の 3.15、メッセージパック 1.6、アクティブサポート 6.1 なんです。で、アクティブサポートが is ブランクメソッドが true になっているんだけれども、R の方では、OJ が 3.16 メッセージパックは 1.7 アクティブサポートはミッシングで is ブランクメソッドは反応しなくてフォールスということになっています。これがネームスペースです。はい。拍手言っていただきましたね。ありがとうございます。はい。ご覧いただいた通り、ネームスペースを使うとアプリケーションコードやそれが必要
リクワイアするライブラリなどをそのネームスペースの中に閉じ込めて影響を外に出さないということができるようになります。これを使えば、例えば複数のネームスペースを用意して、複数のアプリケーションコードをそれぞれにロードすることもできますし、ネームスペースを用意して、そこで一つのライブラリだけをロードして、外側から使うということもできるでしょう。様々な使い方があると思います。でご説明してきた通りですね、ネームスペースを実現するためには、こういった3つの機能が必要になっていて、現状それが実現されているというのをお見せしました。で、なんでそもそもネームスペースというものが必要になるのかは、この中でもいろいろ出てきましたけれども、またさらにもうちょっと説明をしていきますと、大きくは衝突を避けるためです。名前と定義とおよびバージョンの衝突を避けるというのが、ネームスペースの大きな目的になります。で、まず名前の衝突ですけれども、通常 Ruby では、階層化された名前を使いますね。foo、コロンコロン、バー、コロンコロン、バズっていう感じで、モジュールとかクラスを、ネスト構造にして、作ることができますが、例えばこれがすでに誰かに、定義されてしまっていると、トップレベルの foo をまた新しく別の、目的で作ったりすることはもちろんできません。なので、こういう名前はもうすでに誰かに使われているよね、みたいなのを頑張って調べて、みんなで頑張って回避しながら、なんとなく衝突しないように、アプリケーションやライブラリを書くっていうのが、よくある流れになります。で、もう一つよくあるのは、トップレベルにユーザークラスとかコンフィギュレーションクラスとか結構みんな置きたがるんですよね。で、これが衝突するとか、あとは、2つのアプリケーションコード、例えば Web アプリケーションを2セット同時に動かしたいみたいなことを言うと、もちろん両方ともユーザークラスを持っていたりするので、それが衝突するみたいなことが起きます。こういうものを、こういう衝突を避けたいというのが、あります。もう一つは、定義の衝突ということで、これはちょっと何なのかっていう話なんですけれども、例えば、モジュールやクラスのインスタンスっていうのは今 Ruby のプロセス内に1個しかないんですね。なので、例えば、OJ っていう、JSON を処理するライブラリがありますけれど、OJ をリクエストすると、この OJ っていうのはデフォルトオプションズっていうのを一つ持ってるんですよ。で、これによって OJ の、挙動が変わってしまうので、例えば、こう例に書いてあるように、シンボルキーズ true っていうのをデフォルトオプションに入れてしまうと、OJ で JSON をロードしたときに突然オブジェクトのキーがシンボルになってしまう。デフォルトでは文字列なんだけど、シンボルになってしまう。ので、アプリケーションでは例えば、文字列のキーを期待しているのに、どっかのリクワイアしたライブラリがどっかの先で突然シンボルキーズ true みたいなのをセットしてしまってたりすると、アプリケーション側では突然なんか知らない、何もやってないのに動作がかかってしまうみたいなことが起きて非常に困ります。もう一つはですね、さっきのデモでも見ていただきましたけれども、オープンクラス、モンキーパッチですね。の影響というのが、プロセスグローバルに、起こってしまうので、例えばストリングオブジェクトだとか、オブジェクトだとかに対してメソッドを生やしたり、あるいは既存のメソッドの動作を書き換えたりですね、してしまうと、それが、プロセス全体で影響してしまって、非常に困る。期待していた動作と違うことが起きてしまうみたいなことがあり得ます。あとは、定数だとか、グローバル変数だとかですね、これが、またやっぱり、プロセス全体で1セットしかないので、これを勝手に書き換えられたりすると、やっぱり動作が期待しているものと異なってしまって、困るというようなことが起きたりします。で、もう一つはさっきもお見せしましたけれども、バージョンの衝突ですね。例えば、アプリケーションが、ライブラリ X と、Y のバージョン2を使っている。しかし、使いたいですね。使いたい。ただし、ライブラリ X は実は Y のバージョン1に依存している。みたいなことが起きてしまうと、この2つが衝突してしまいます。で、もう一つはですね、さらにどうにもならないケースで、アプリケーションはライブラリの A と B を単にそれぞれ使いたい。だけれども、ライブラリ A はライブラリ C のバージョン1に依存していて、ライブラリ B は別のライブラリ、また同じライブラリの C なんだけども、バージョン2に依存している。ということが起きてしまって、自分は別に何も矛盾するものは指定してないのに、ディペンデンシーの衝突が起きてしまって、バンドルインストールが動かないみたいなことが起きてしまいます。大変困りますね。ということで、こういった問題も解決できれば解決したいというのがあります。で、もう一つはですね、ネームスペースオンリードというのが、私の提案内容なんですけれども、提案の、タイトルなんですけれども、なぜこれがオンリードなのかというお話をします。なぜなのかというと、簡単に言うと、今すでにある RubyGems に今すでにある大量の素晴らしいジェムをそのまま使いたいからというのがその理由です。で、オンリードっていうのがあったら、オンライトっていうアプローチもあって、まずオンライトの方から説明をしますけれども、オンライトっていうのは、
ライブラリを書くときに、あるいはライブラリじゃなくてアプリケーションでもいいんですけど、コードを書くときに、このコードはこういうネームスペースの中で動きますよということを最初に宣言して、書くと。ライブラリ作者とかアプリケーション作者が書くということですね。で、こういうやり方で、うまくいくっていうケースもあって、言語の例えば別の言語だとですね、そもそもそういう、アプローチを最初から取っているので、うまくいくみたいな例はあります。Python とか、JavaScript はちょっといろいろあって違うけど、他の言語ですね。ではあります。で、ただしこれを Ruby でやろうと思うと、じゃあ RubyGems にある全部のジェムをネームスペース使うようにアップデートして回るのっていう話になって、これ非常に厳しいというのがあります。で、オンリードっていうのは何なのかっていうと、ライブラリアプリケーションをロードするときに、どのネームスペース、どういうネームスペース定義の中でこれをロードしますよっていうことを、指定するというものです。だからオンリードですね。これは、何がいいかっていうと、すでにあるライブラリコードなんかはそのまんま使えるということで非常に、便利。で、あと、ネームスペースの、機能ももちろんそのまま、ネームスペースの利点を生かしながらライブラリはそのまんま使うことができるということですね。はい。で、ここから、じゃあどうやってそれを実現するのっていう話をしていきます。はい。で、どうやっていくかというと、こう、3つ、大きく分けて3つありまして、本当はですね、ちょっと C のコードを大量に見せながら、こう、ねっとりじっくりこう説明をしていきたいんですけれども、残念ながらちょっと時間がないので、概要をですね、いろいろお見せしていこうかなと思っています。で、一つはですね、まずクラスやモジュールを定義するときですね。Ruby のコードで言うとクラスなんとかとかモジュールなんとかみたいなのを書くときですね。で、大前提として、ネームスペースは、今のところモジュールのサブクラスとして実装されています。で、モジュールに関して言うと、実は皆さんがお使いの、Ruby 3.3 に、3.2 以降にあるんですけれど、すでに似たような機能がありまして、ロードっていう、カーネルモジュールのメソッドですね。で、Ruby のスクリプトを読み込むときに、第二引数にモジュールを指定できるんですね。で、これでモジュールを指定すると、例えば、何かの Ruby スクリプトを読み込む。で、その Ruby スクリプトの中では A::B っていうクラスが定義されている。というものを、モジュール M の下で、モジュール M を第二引数に指定して読み込むと、その最終的には、その A::B っていうクラスは M::A::B っていうものとして定義される。っていうような、機能がすでにあるんですね。で、これについては、塩山さんが去年の Ruby 会議でですね、マルチバース Ruby というトークの中で詳しく発表されているので、そちらをご覧ください。で、ネームスペース、今回のネームスペースの実装では、これが、この機能が、利用している裏側の実装ですね、を、そのまま利用して、Ruby スクリプトに関しては、解決しています。で、その他にですね、C の、ネイティブ拡張ライブラリっていうのがありまして、ここの中で作られるクラスやモジュールも同じように対応しないといけない。で、これに関しては、全部、内部 API のクラス ALOC っていう、関数ですね。クラス .c にあるんですけど、ここを通るので、ここを通った時点で、評価中の拡張ライブラリ、現在の、コンテキストがネームスペースの中にあれば、そのネームスペースの下で、クラスを作成して、アロケーションするというような、動作をするように、今回は、書き換えています。で、これによって、ネイティブの拡張ライブラリも対応ができるようになっています。で、拡張ライブラリのロードに関しては、さらにもうちょっと別の問題がありまして、まずさっきも言った通り、同じライブラリの別のバージョンだとか、あるいは場合によっては同じライブラリそのものを別のネームスペースで2回読み込むみたいなことが行われるようになります。ネームスペースを使うと。で、ただし、現状ですね、例えば Linux とかだと DLOpen っていうシステムコールを使うんですけれど、DLOpen は2回目、同じファイルの2回目のロードを無視しちゃうんですね。すでに読み込まれているから、もう読み込まないよっていう感じでスキップしちゃうんですよ。で、スキップされちゃうと、今回、ネームスペースに関しては非常に困るので、どうするかって言いますと、拡張ライブラリを読み込むときに、まず、ネームスペース内での読み込みに関しては、拡張ライブラリをコピーします。簡単ですね。いや、簡単じゃないんですけど、簡単ですね。一時ディレクトリを用意して、そこにプロセス ID とネームスペースの、オブジェクト ID をプレフェックスにして、ファイル名、プレフェックスにしたファイル名でコピーをして、で、それを読み込むというようにします。これによって、違うネームスペースだと、ファイルの中身は同じなんだけど、違うファイル名として読み込まれるので、DLOpen とかにスキップされちゃうみたいなことを迂回することができます。
であとですね、同じ、ネイティブ拡張エクステンションライブラリを2回読み込んじゃうと、シンボルが衝突しちゃうんですね。で、それが困るので、例えば DL Open の場合だと、RTLD ローカルっていうフラグを立てて、読み込むことで、この拡張ライブラリ間での、指示のシンボルの衝突を、回避するということをやるようになっています。まあ、これは今のところ、Ruby Namespace 1っていう、環境変数が指定された時だけこういうことをするようにしています。はい。で、もう一つはですね、クラスとモジュールの定義をネームスペースごとに持つっていうのがあって、多分ちょっと何言ってるか分かんないなって感じだと思うんですけど、まあ、なんで、まずなんでそれが必要なのかっていう話なんですけど、オープンクラスですね、モンキーパッチが行われたときに、これをネームスペースの中に影響をとどめたいっていうことで、リクワイアしてクラスが作られる場合は、単に最初からネームスペースの中で作られるんでいいんですけど、問題は組み込みのクラスとかモジュールですね、ストリングとかオブジェクトとかカーネルとかそういうやつです。で、このクラスを、これらのクラスに対して、例えばクラスオブジェクト、デフブランクみたいなことをやると、メソッドを足せてしまうのが Ruby の、すごい強力な機能でいいところなんですけれど、これをネームスペースの中だけに影響をとどめたい。ネームスペースの外から出ると、例えばこのコードで言うと、オブジェクトクラスにブランクっていうインスタンスメソッドが生えてない状態をネームスペースの外で維持したいということになります。でこれをやるためにどうするかなんですけれど、クラスやモジュールの定義っていうのは、Ruby の中身で言うと、クラス EXT っていうのがあって、まあ、これはRB クラス EXTT っていう、ストラクトなんですけれども、これが、クラスの定義を持ってます。ストリングクラスだったら、ストリングクラスっていうものにぶら下がっている感じで、このクラス EXT っていうのが、さらにくっついています。ので、これを複数持ってしまえばいい。で、このクラス EXTT の中には、スーパーとかメソッドテーブル、実はスーパーとかメソッドテーブルは、Ruby3.3、皆さんがお使いの Ruby では、クラス EXTT には入ってないんですけど、ネームスペースのパッチの中では入ってます。で、あとは定数テーブルだとか、クラスやモジュールのインスタンス変数だとか、サブクラスのリスト、リンクドリストだとかみたいなのを、このクラス EXT が持っているので、これをネームスペースごとにコピーして持つっていうのが、開放です。で、ネームスペースごとにこのクラス EXT をスイッチすることで、クラスは、例えばストリングクラスとかオブジェクトクラスのまんまなんだけど、そのクラスが持っているメソッドのリストだとか定数のリストだとかそのスーパークラス、継承チェーンとかが切り替わるっていうようなことになっています、現状。で、このアイデアは、ちょっと他のやり方で僕は最初に実装してたんですけど、これうまくいかないなと思って悩んでたところに、笹田さんと遠藤さんから、クラス EXT をコピーすればいいんじゃないのって言われて、コピーするってアイデアがあるんだけどって言われて、なるほどって言って、考えてみたら簡単そう、それ結構簡単にできそうですね。それ結構簡単にできそうですねって言って返してやり始めたんですけど、普通に考えて簡単なわけがないですよね。まあ、大変だったんですけど、そういう方向で、実装を始めて、お見せした通り、動くところまでなんとかやってきましたっていう状態が現状です。で、そのクラス EXT の話をもうちょっと、見ていきますと、皆さんのユーザースクリプトが、動き出す前の段階ですね。Ruby の、実行環境のセットアップの段階では、便宜上ルートネームスペースと呼んでいるものの中に、定義が全部あって、例えばここで、ビルトインクラスですね。オブジェクトだとかストリングだとかカーネルっていうのが、作られてセットアップされていきます。で、この時点ではユーザースクリプトはまだ何も動いてないんで、ユーザーの、クラスやモジュールはまだ何もありません。で、これで、ユーザースクリプトの評価に移るときに、自動的にですね、メインネームスペースっていうのを作って、ユーザーのスクリプトはそこで、評価をするということになっています。で例えばユーザーが、require.json をしたりとか、require アクティブサポートしたり、あるいは、myapp ユーザーみたいなクラスを作ったりすると、そのメインネームスペース内でクラス定義が行われて、そのクラス定義は読み込みも書き込みもできると。で、一方ですね、オブジェクトとか、すみません。まずその前に、ストリングとかカーネルとかは、何もいじられてなければ、そのまんま、ルートネームスペースのものが読み込み可能なので、それを読み込んで動作をします。で、一方ですね、ビルトインクラスに何か変更を行う場合です。オブジェクトとか定数追加したら大体変わっちゃうんで、必ず起きるんですけど、組み込みクラスに何か変更が起きる場合は、まず、そのルートネームスペースにある定義をコピーしてきて、メインネームスペース内に作ります。で、メインネームスペース内に作ったコピーに対して変更を行う。コピーオンライトですね。の方法で、
定義をコピーしてきて作る。で、作ったら1個はそれを参照して、動作をするというようなことになります。で、ユーザーがネームスペースを独自に作る場合も同じで、ユーザーがネームスペースを作って、JSON を読み込むと、そのネームスペース内で、JSON が再読み込みされて、新しく作られて、読み込み、書き込みが行われる。で、一方、ストリングとかは、何も変更されてないんで、そのまんまルートネームスペースにある定義を読みに行くんだけど、カーネルモジュールですね、とかに変更を加えたり、オブジェクトに変更を加えたりすると、同じようにルートネームスペースからコピーオンライトされて、定義が、ネームスペース A 用に持たれて、そいつを使って動作をすると。その後はネームスペース作っていっても、もちろん同じように、動作しますというようになっております。はい。で、最後に、ここまでが、ネームスペースの、実際の、実現方法などの概要になっています。で、あとはですね、このネームスペースを使って、じゃあ、この後どうするかっていう話ですね。ネームスペースは今のところまだかなりプリミティブな API で、これを、全員がそのまんま使うとはちょっと思っていません。で、じゃあどうするかっていう話なんですけど、ここからは先はまだ何も実装ないんで、アイデアだけですよっていうことをご注意ください。で、3つぐらい考えているので順にご紹介します。で、1つは、モジュラーモノリスっぽいデプロイっていうことで、どういうことかっていうと、ネームスペースをネイティブにサポートしたアプリケーションサーバーを作って、で、アプリケーション1つに対してネームスペースを1つ作って読み込むと。で、アプリケーションサーバーは複数のネームスペースを使って複数の Web アプリケーションをマウントできるというような、仕組みがおそらく作れると思います。で、これによって2つのあるいは3つのそれ以上の異なる Web アプリケーションを、1つの Ruby プロセスでホストすることができるようになる。で、これは、何に使うかっていうと、プロダクションで使うかどうかはちょっと置いといて、少なくとも開発環境とかでですね、皆さんマイクロサービスとかいろいろやってると思うんですけれど、今は多分コンテナを使ってやるしかないっていうことを、コンテナ使うと結構いろいろ大変ですよね、メモリも食うしみたいなのをコンテナとか使わないで一つのアプリケーションサーバーで、一つの Ruby プロセス上で複数の Ruby アプリケーションをマウントして動かすことができるようになるというふうなことを考えています。で、これは実は僕の一番最初の動機、モチベーションの使い方でもあって、ネームスペースがもし Ruby に入ったとしたら僕は、以前書いた LFA っていうアプリケーションサーバーをネームスペースを使ってリライトするということになるだろうなと思っています。でもう一つはですね、これは、今のところの僕のただの考えなんですけれども、仮に、ネームスペースがバンドラーに、ビルトインインテグレーションされたとすると、バージョンのコンフリクトが起きたときにそれをネームスペースを使って自動的に解決するということができるのではないかと思っています。これによって、バージョンの衝突が起きても、それをなんとか回避して、そのままアプリケーションを起動するということができるようになる。ですけれども、これをただそのまま進めてしまうと、もう古いバージョンですね、古いライブラリーバージョンに依存しているジェムをアップデートするっていう、気力、プレッシャーが働かなくなってしまうので、そのままやると。それがなくなると、全体的にちゃんとライブラリがアップデートされているよねっていう RubyGem の、社会の、健全さが失われてしまうっていうのがあって、これは非常に注意が必要です。そういうモラルハザードを避けるために、API だとか、ユーザーエクスペリエンスをうまく設計する必要があるというふうに思っています。これをやる場合はですね。もう一つはさらに過激なアイデアで、パッケージ API みたいなものを、考えられるかなと思っています。これはどういうことかっていうと、つまりアプリケーションの中でライブラリをロードするときには、ここでは require パッケージっていう仮のメソッド名を置いてますけれども、これを、実行すると、裏側で勝手に暗黙のネームスペースを作って、で、require された RubyGem のライブラリは、そのネームスペースの中で読み込むと。で、読み込んだ結果のネームスペースか、それをラップしたオブジェクトを返す。で、あとは、パブリック API が、この定数にあるので、それを取り出してくださいねっていう形でエクスポートしてきて、取り出して使うっていうことですね。いうことがおそらくできるようになるでしょう。で、これは、ただ2ステップ、エクスポートっていう明示的な、ステップが必要になるのは、やっぱり避けたいので、そうすると、じゃあ、デフォルトでエクスポートするっていう単独名なのかリストなのかを、例えば GEM スペックなり何なりに定義できるようにしときましょうみたいな約束事を作れば、
require パッケージ、ほにゃららっていうジェム名っていうしただけで、パブリック API が定義されたクラスなりモジュールなりの、が、手元の定数に入ってくるということがおそらくできるでしょう。でこれをやるともちろん、同じパッケージを2回ですね、リクワイアすると衝突しちゃうんで、じゃあ別名でエクスポートしましょうかみたいなオプションも必要になるでしょうが、そういう機能を作ればおそらく便利にかつ、ライブラリの衝突とかを考えなくてよくなる世界が訪れるということも考えられると思っています。はい。ここまでが私の、ネームスペースに関する話ですが、じゃあこのネームスペースっていつ使えるようになるのって話ですけれども、激しく、開発、ちょっと先ほど開発中、これは開発中ですっていうのは皆さんのお目にかけられて幸運なことに良かったと思いますけれども、激しく開発中で、またこれはプロポーザルという形で提案している段階のものなので、それがどうなるかっていうのもありますが、皆さんはもうネームスペースを使いたいっていう気持ちに溢れまくってると思うので、使いたいよっていうことを表明しつつ楽しみにお待ちいただけると、良くなるか悪くなるかわかんないですけれども、お待ちいただければと思います。また、最後にですね、皆さんがネームスペースについて考えていることがあれば、ぜひ、お話を聞きたいので、Ruby 会議の期間中にでも私を捕まえてお話に来ていただければ、私は非常に嬉しいです。I want to hear from you about what you are thinking about namespace and related features. So please touch me and let's make discussions about namespace and related features in this Ruby 会議 period. Thank you very much.